はい、どうもこんにちは、けんゆうです。本日はですね、9月の17日ですね、金曜日になっております。天候は晴れですね。ものすごく暑いです。今日はですね、アボカドの、種から発種した未生苗の、鉢植えの様子ですね、9ヶ月後の様子をシェアしていきたいと思います。で、はい、このような感じですね。カビラ系統のですね、種子をまきました。蜂が、ちょっとこの辺蜂が飛んでますね。はい、こんな感じです。しっかりですね、下の部分からですね、少し木質化してきている、木質化っていうかこう硬くなってきているような感じがします。はい。で、一回も何もやってません。葉っぱも、落としてませんし、摘心もしてません。はい。で、新芽がね出てきてます。で、水かけなんですけれども、これね一回も実はやってないんですよね。はい。これね、ほんと僕のダメな性格だと思うんですけれども、忘れるんですよね。こう水をかけようっていうのがね忘れてしまうんですよね。で、水が当たる環境にですね置いているので、基本的にはその鉢植えの露地栽培というような感じですね。園芸用培土と、これは鹿沼土ですね。鹿沼土とあとパーライトが、入ってますね。白いやつがパーライトですね。はい。で、あと何入れたかな、上にですね、腐葉土と牛糞堆肥を入れて、あとココピートかな入れました。はい。その動画もぜひ見てください。で、高さはですねだいたいこれどのくらいかな、50センチいってる、と思います。はい、こんな感じです。で、やっぱりですね、露地に植え付けた方が大きくなります。同じね、時期に用意どんで植えるとですね、やっぱり露地定食の方が大きくなります。鉢の方がですね、大きくなりにくいというか、管理のね仕方にもやっぱりよるんですけれども、一般的にはそうですね、露地に植えた方が大きくなるものはさーっと大きくなる、という感じになります。はい。新芽も出てきて非常にいい状態かなと思います。はい。で、元肥もですね、牛糞、完熟のですね牛糞堆肥を1回しか入れてません。他にはですね何も入れてなくて、雨水で、耐え忍んでるというような感じです。ここまで来ればねもう枯れる心配はないんじゃないかなと思います。はい。あと台風の時くらいはですね室内に移動させたんですけれども、蚊の量がすごいなめちゃくちゃ刺されてます。はい、めちゃくちゃ刺されてます。で、この鉢はですねスリット型の鉢を使いました。スリットっていうのはこういう風にですね、鉢のこの側面の方にですねこういう風な、切れ込みが入っていて、でここからですねやっぱり空気が入りますので、土の中のですね水がよく抜けやすいということですね。はい。でアボカドは特にですね根っこ、この水はけが悪いと、場所だとですね生育不良が起きますから、こういったスリット鉢というのは僕はね、有効な、鉢なんじゃないかなという風に考えております。はい。いろんなね鉢、植木鉢ありますけれども、なんだろうな、こう植物整理のなんか特性に合わせてですね選んでいただけたらと思います。で、乾燥させすぎたらね、ダメなものもあるので、そういったものはこういったスリット鉢を使わずにですね、ある程度こう水持ちがいいものとかね、そういったところを選んでいただけるといいのかなと思います。はい。で、何もしなかった時期がね非常に長かったんですけれども、2回ね枯れそうな事件が起こったんですよ。日照りが続いて全く雨がね降らないっていう時期が2回ぐらいありまして、でその時はさすがにですねしおれてましたね。はい。今はすごい元気ピンピンなんですけど、もう本当にねぐてーっとしてて枯れかけ始めてましたね。この辺そうかな、多分被害があった、ものだと思うんですけれども、かなり葉っぱが脱落してですね、その時はこう冠水を1回だけかな、1回か2回かな、そのくらいやりました。はい。であとは、基本は雨水ですね。それでもね生きるんですね。10号鉢で30センチくらいのですね幅の、鉢、を使いましたけれども、これ600円ぐらいですね。はい。全然1年、持ちます。でまだまだね、大きく、なると思います。はい。うちらのねT シャツができました。We Love Avocados っていう、デザインなんですけれども、非常に可愛いと思います。はい。裏もね作られてます。はい。こうキャラクターがね、後ろを向いてるっていう、斬新なねデザインだと思います。はい。ということで、購入されたい方はですねチャンネル概要欄に、飛んでみると、3種類デザインがあるので気になる人は買ってみてください。CM でした。
はい、ということで今回もですね、前回の鉢植え栽培の動画に寄せられたコメントをですね紹介して、返信させていただきたいなと思います。いつもですねコメントいただきましてありがとうございます。あとチャンネルの、いいねボタンもですね押していただきましてありがとうございます。このチャンネルの存続と発展はですね、皆さんのコメントと、いいねボタンの個数にかかっておりますので、ぜひ今後ともねよろしくお願いします。それでは、動画のねコメント、紹介していきたいと思います。りん朝倉さんありがとうございます。はい、りんさんいつもコメントいただいております。動画待ってました。ありがとうございます。鉢植えにした2本とも枯れてしまってへこんでます。植え替えした時の土が少なかったのかな。カビラ緑に希望を託してます。ということなんですけれども、前回言及ですねしなかったんですけれども、アボカド実はですね、根が非常に浅くてですね直根がこうあるんだけれども根が浅いっていう特性があります。なのでこういった特性を持っているので、その最初の育苗の期間はですね黒い長いロングポットですね、コーヒーの会の時にですね達夫さんから教えていただいたロングポットがあるんですけれども、あちらを使ってください。種からやりたい人はですねロングポットを使ってください。でカビラ緑ですね、こう沖縄はですねやっぱりその海が近いということで非常に塩害の被害がよく出る、ということなんですけれども、この西インド諸島系の、カビラ系統の種はですねめちゃくちゃ強いと言われてます。なのでこうスーパーで購入したハス種、よりもですね、こういったカビラ種を使った方が、生育は非常にいいと思います。コメントありがとうございます。はい、次、風子さんかな。水耕で40センチ大きな葉が8枚になったのでケンユーさんの動画を見ながら鉢植えにしました。1週間は室内に置いてましたが、暖かくなったこともあり外に出しました。数日後何枚かの葉っぱが枯れそうになり、下の小さな葉は枯れてしまいました。育つのを楽しみにしていますが、枯れそうなのでまた室内に戻しましたが頑張ってくれるか不安です。ということなんですけれども、鉢植えの状態で最初は室内に置いておいて、いいかなと思ったらこう外に出すっていうのはね非常にいい選択肢だと思います。やっぱりね外の方がこう太陽光に当たって非常にねこうすくすく元気に育つっていうことがあります。しかしですけれども、環境ですね、この鉢植えが置かれている周囲の環境がガラッと変わるともしかしたらですね、葉っぱが枯れ込むっていうのがあります。はい、これはね、みんな一緒だと思うんですけれども、なんか人間もね急にこうタイとかねこうマレーシアとか行ったらね、逆にこう元気がめちゃくちゃ出るとかね、そういったこともあると思うんですけれども、植物も一緒で、周りの環境がですねガラッと変わると急に枯れ込んだりするパターンもあります。はい、なのでこう、室内に入れるのも室外に置くのもですねこう頻繁にやるっていうよりも下葉がちょっと枯れたなぐらいだったらですね、もうちょっと見た方がいいのかなとも思います。しっかりですね水分を与えてあげると、枯れる心配もね、減らせると思いますので、ぜひねどんと構えて、あげてほしいなと思います。はい、枯れたらごめんなさい。次ヤムさん、はい、やっぱり水耕から土に移した時成長が止まっちゃうのがいますね。アボカドって弱いんだか強いんだかわらっていうことなんですけれども、やっぱり個体によってその未生繁殖であるとやっぱりですね個体によってばらつきが出るので、めちゃくちゃ健康なやつとめちゃくちゃ健康じゃない、もう本当になんかめちゃくちゃ弱々しいやつも、出たりします。はい、でアボカドとかはたまにね白いなんだろうな葉緑素が作れない、そういった、白いねアルビノって言われてるんですけれども、ああいった個体も、出たりします。はい、面白いですね。次、トミーさんですね、ありがとうございます。いつもねこう専門性の高いコメントを返してくれてね、僕が質問を質問で返すみたいなこう荒技をやってるんですけれども、少し紹介させていただきます。私の庭の土かなりのクレイソイル、粘土質のね、土ですね、クレイソイル、に、ウォッシュドサンド、これは砂かな、とあとピュミス、っていうのはですねこれは石かな、軽石だと思います。あとピートモスですねを混ぜてます。ソイルアメンドメントとして、アゾマイトも混ぜ込みます。土壌改良ですね、土壌改良に、アゾマイトも混ぜてるってことなんですけれども、このアゾマイト僕使ったことないんですけれども、確かね海洋生物、などがこう、蓄積したものをそういったものの由来になっているものを使っていて、例えばミネラルとかね、そういったものが豊富な、資材、であると思います。どうなんだろうな、こういったものも混ぜ込んでるということですね。すいません、止まっちゃった。ホースマニュアか、スティールマニアを上に巻いて、その後マルチでカバーしますということなんですけれども、馬由来の馬糞ですね、
あとは牛かな、牛の牛糞かな、これはオスの牛かなの、牛糞を巻いて、堆肥ですね、その後マルチをすると。先日、サプライズをホームセンターで売ってるのを見つけて買いました。これ品種ですね、アボカドの品種です。あとルートロットでなくなってしまう根腐れですね、なくなってしまった、ジャンボイスの代わりに、サプライズも新しい品種で、ジェムを作った人が作った品種らしいです。切り口が黒くならない、びっくり品種ということでサプライズ確かにはい、まだ小さい木だけれども楽しみです。秋の、接ぎ木苗も今のところ順調そうです。でもちゃんとつくかは、これからですということですね。はい、いつもね勉強になるコメントをしてくれて本当に嬉しいです。こういう資材もあるんだとかね、勉強になると思います。ただ英語読めない人だとちょっとね専門用語が強いので難しいかもしれないです。でコメントの方にもですね、僕ちょっと補足してます。アボカドはその軽石とかね、海洋性の堆積物ですね、はい、こういったものが良さそうですねということです。で、ジャンボイスは、残念ですね。はい、そんな感じでもしね僕のチャンネルとかを見てねわからないことがあったら是非、トミーさんに聞いてみてください。はいトミーさんが答えてくれます。はいはいトミーさんお願いします。はい、次、隣のトトロイモさん、ありがとうございます。培養土について質問です。アボカド植え替え時に家に余っていた土を使いました。とは言っても今年購入したばかりの土です。土は農家さんも使っている野菜の培養土、花の生産者も使っているプランター培養土にピートモスとパーライトをミックスしました。さらに上から観葉植物の土を混ぜまし、かぶせました。やはり鹿沼土を混ぜないと根腐れを起こしますか。培養土はココヤシビートと赤玉土メインで、鉢はかなり大きいですということなんですけれども、コメントではですね問題ないように、感じました。はい、ただリサイクルをするときに今年買った購入した土っていうのもですねやっぱりリサイクル、資材みたいなものが売ってるので、そういったものを一回使ってあげるとかですね、した方がいいかもしれないですね。あと有機物が混ざっているとですね根っこに悪影響を及ぼすとかですね言われているので、そこら辺を一回取ってあげる。で、さらに再生した土を使うっていうことをやるといいのかなと思います。はい、鹿沼土、使ってる人多いんですけれども、鹿沼土を使っていない人もいます。はい、もちろんですけれども、赤玉土メインでね、ちょっとすいませんめちゃくちゃ蚊にねいろんなところを刺されててめっちゃかゆいです。はいはい、赤玉土メインでねやってる人も何人かいたんじゃないかなと思います。ちょっとやってみてください。はい、でココヤシビート、ココヤシの殻使ってる人も結構多いんじゃないかなと思うんですけれども、いろんなね、資材使って水はけを改善するための工夫っていうのがやられております。はい、他にもですね風よけ対策とかですね、日光の当たり具合とかですね、他にも用水分をきちんと与えるとかね、こういったことが、大事になってくるので、観察しながらやってみてください。はい、次、京子さんですね。コメントありがとうございます。ケンユーさんこんにちは。うちに大きなアボカドの木があるのですが隅っこにあるので、植え替えもできず放置しておりますが土が減ってきているので追い土を、追い土っていうのかなをしてあげようと思うのですが何の土がいいですか。普通の花、と野菜の土でいいのかな。私は肥料もあげていませんが肥料もあげた方がいいのですが、15年、ほどのものですが他の花には肥料をあげているのですが、今の動画で見ている鉢は良さそうですね。今後その鉢を購入するつもりです。牛糞は追加してあげた方がいいのですが今後のアボカド、の成長期待、楽しみということで、はい、コメントいただきありがとうございました。ちょっとね長いので分けて考えたいんですけれども、基本的にはですねすべきっていうのはですね目的によるんですね。やっぱりこういった栽培方法がしたいよっていうのがあって、でそれをするために、オプションがあるっていう考え方なので、やっぱり肥料投入もですね、例えば化成肥料使ってもいいよとかですね、他にも牛糞堆肥を使ってもいいよとかね、有機系の、肥料でやりたいとかね、そういったこだわりがやっぱりあると思うので、まずそこを、自身の、まず思想をはっきりさせるっていうねそういったことがいいと思います。で、土はですね、何でも、いいと思うんですけれども、柑橘の土とかねおそらくホームセンターに行けば売っていると思います。水はけのいい、配合のね、ブレンドされた土があるので、それ多分ね、花と野菜の土だいたい100円200円で買えるんですけれども、そういった土はだいたい500-600円とか700円とかすると思うんですけれども、そういった土を使うと無難だと思います。はい、で、肥料に関してはですね
ね僕はですけれども、そういった牛糞とか、馬糞とかね、バーク堆肥とかね、そういったもの由来の堆肥でいいと思います。コンポストですね。他にもですね、自身でそのぼかし材みたいな、米ぬかとかですね、油かす、とかですね、そういったものを使って、ぼかし材を、投入している人も、非常に多いです。なのでそういったことを、するとねいいかもしれないです。ぜひね、コンポストとか調べてみると面白いと思います。で、15年ですね、しっかりこう木が無農薬無肥料、で無肥料でですね15年ほど、経過しても、健康であるのであれば何も資材入れなくても僕はいいと思います。やっぱり状況を見てですね、必要であれば葉っぱがこう葉っぱの緑色が非常に抜けてきて、なんかこう弱々しくなってきたらですね、少し手厚く、管理しますけれども、問題がなければほったらかしてもいいと僕は考えている派です。はい。次、フルーツラブチャイルドさん、ありがとうございます。こんにちは、質問です。鉢増ししてアボカドの種は見えなくなるまで植え込んでもいいのでしょうか？はい、大丈夫だと思います。ちょっとね、見えててもいいと思います。6号鉢に3個並べて植えて、6号鉢に3個並べて3個とも芽が出てくれましたが、そのうち2本が、新芽4枚くらいの下の葉がどんどん枯れていきます。病気か土の問題か分かりません。大阪も34度と猛暑が続いてますが、鉢増しなら今しても大丈夫ですか？秋まで待った方がいいですか？鉢増し、この今の状況だとやってもいいと思います。はい。大きなアボカドの木は南の果樹と、思っていましたが、ここですね。はいはいはい。南方系の果樹ってことですね。昼間日差しがきついと、ぐったりします。水が足りないのかと思って、朝晩水をあげても昼間ぐったりして夜になるとまた復活します。あまり日差しがきついの嫌いなのでしょうかっていうことなんですけれども、8日のうちはですね強すぎる日光はあまり、おすすめしてないです。で、大阪の日差し34度とか結構ね結構暑いですね。品種によってはあんまり良くないのかなと思います。おそらく品種ハスだと思うんですけれども、あれグアテマラ系のちょっとメキシコ系の遺伝子がですね少し入っている品種なんですけれども、実は比較的冷涼なですね、そういった高地亜熱帯高地で、栽培がうまくいきます。なので非常になんだろうな、湿度が高くて、暑い環境、直射日光が強い環境はあまり実はですね、好まれておりません。やっぱりその品種にもよりますけれどもね、そういう感じです。なので、ぐてっとするのであれば他の風通しが涼しくて、で直射日光がね、めちゃくちゃきつくない場所に、移動するのも一つの手かもしれないですね。基本は日光いりますけど。はい、次、マーコ・ベサメ・ムーチョさん、沖縄ですかっていうはい、沖縄ですはい、沖縄ですか沖縄ですか。はい、ということで今回もですねコメントいただきありがとうございました。またいいねボタンもですね、どしどし押してください。いいねボタンね押したことない人ですね、ぜひ1回押してみてください。1回左側のこのボタン1回押してみてください。はい、ハマるんで。はい、2回は押さずにね、1回だけポチッと押してください。はい、お願いします。はい、このチャンネルの未来はですねあなたのいいねボタンにかかってるんで、1回押してください。はいお願いします。うちらのですねアボカドの様子、アボカド栽培の様子ですね、露地栽培でわーっとやってるんですけれども、チャンネル概要欄の方にですね貼っておりますので、ぜひ興味がある人、もっと見たいよっていう方は、ぜひそちらから飛んでみてください。面白いと思います。アボカド栽培、されてる人とかね、これからやってみたいよっていう人の、参考になると思います。コメントもですね、どしどしお待ちしております。またこういう風にですね動画の中で、回答もさせて、いただきますので、ぜひねお気になさらず何でもいいので、近況報告とかでもいいんでね、はい、今日これやりますでもいいんでね、はいなんか書いてください。はい、で最後にですねちょっとお知らせなんですけれども、この2つの株ですね、実はこの視聴者さんにちょっとプレゼント、させていただきたいなと思います。またこのプレゼント企画の動画はですね、他の動画作りますので、ぜひねそちらの方を見ていただけたらなと思います。楽しみにお待ちください。ということで今回も、最後まで見ていただきましてありがとうございました。バイバイ。